はい、こんにちは。発酵調味料教室の早川です。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。今日はですね、ちょっとお知らせなんですけれども、YouTube でですね、2年ぐらい発酵食とか、食と健康そういったことについて発信を、してきましてですね、でチャンネル登録していただいた方もですね5000人を超えて、もうすぐ6000人のチャンネル登録をいただいているという、すごくありがたい状況でして、今後もですね、いろんな情報発信をしていきたいなと思っているんですけれども、で今回ですねYouTube のメンバーシップというのを、始めました。とうとうですね始めようかなと思いまして、始めることにしました。メンバーシップに登録するっていう風に動画のこの、概要欄タイトルのとことかに出てるのがあると思うんですけれども、そちらをですね、クリックしていただいて、有料にはなるんですけれども、そのメンバーさん限定のコンテンツを、提供するという形で、メンバーさん限定の動画をボンボン上げていくっていうイメージよりかはもともとですねこちらのこの動画で学べる発酵食講座っていうのを販売、させていただいておりまして、でそちらの動画ですね一本一本、一つ、3000円で販売をしているんですけれども、そちらの動画を、メンバーになっていただくと、全て見ていただくことができるという特典という形にさせていただいて、メンバーシップというふうに、やっていこうかなと思っております。後々ですねもっと、これだけではなくってメンバーさん限定の、動画を上げたりとか、あとはですねご要望があったらっていう感じになる、ちょっと様子見って感じなんですけれども、一応ライブ配信とかも予定していまして、なんかこういったテーマでライブ配信してほしいみたいなこととか、ありましたら、それに合わせてですねライブ配信とかも予定をしています。で、そのメンバーシップの中でコメントのやり取りとかですねメッセージのやり取りとかを、させていただいて、普段私の動画を見ていただいている方とコミュニケーションをとっていくという場にもしたいと思っていますので、そういった形でですねこういった限定の動画の視聴を、結構メンバーになっていただくと、普段これ全部この有料でやって、販売している動画を、全て最初はちょっと順番にアップしていく感じになるんですけれども、全て繰り返し見ていただけると、言ったところと、あとは質問とかですねそういったことすべてその YouTube のコメント欄とかでお受けして無制限にですねお受けして、あと1対1でそういったメッセージのご質問とかですねあった場合やり取りすることもできますし、メンバーになっている方同士でですねいろいろとこんなん作ったよとかですね、こういった例えば何か仕込んでいて、こういうトラブルがあったけどどうしようみたいな、ものとかをですね共有していただいたりとか、そういった場にできればいいなと思っておりますので、ぜひですね、覗いてみていただくと嬉しいです。ということで実際ですねそのメンバーシップに登録していただいた際に、見れるこの動画で学べる発酵食講座というものの内容についてですねちょっと今日はお話ししていこうと思います。一応ですねこのサブタイトル的なものがあって、サブタイトルとしては発酵食の始め方からそのスペシャリストになるまでの深い知識が身につく講座ということになっております。なので基本的に動画で学んでいただいてテキストとかはないんですけれども、動画内でねホワイトボードにきちんと書いていくので、それを見て学んでいただく。で、すごく深い知識まで学んでいきますので、最初基礎からやっていってだんだん深くというか、ジャンルごとにですねやっていくんですが、
もちろんめちゃくちゃ初心者の方でも、最初から学べる内容ですし、もともと結構その発酵食についていろいろ勉強してるよとか自分でいろいろ作ってるよっていう方にとってもですね、より深い知識が身につけられるような内容となっています。そうですね、まずはその基本的なこの発酵の知識、発酵って何なのかといったところから、あとはそれぞれの甘酒とかぬか床とかの仕込み方ですね、そういったこともやっていきます。なんで結構その初心者の方にもすごく分かりやすく解説をしていきますので、全くやったことがないっていう方にもおすすめです。で最初その初心者の方でもとっつきやすいような感じで解説していくんですけれども、どんどん進んでいくと、かなりですねこのマニアックな微生物の話とか、そういった知識、コアな発酵調味料っていうところの、お話っていうのをしていきまして、その発酵の知識、微生物ってこんなんだよみたいな、発酵はこうやって進んでいきますよみたいな、話を、して最終的にはそれをじゃあどういうふうに、ご家庭で、の料理とかに、使っていただくか、発酵調味料のですね、活用方法みたいなところも解説、していきますので、ある程度知識はあるんだけれども、もっと深く学びたいみたいな方にも、非常におすすめです。はい、でやっぱりですね、もうこれただ単純にもちろん味噌を仕込みましょうっていう教室もあると思いますし、醤油を自分で作ってみましょうっていう教室とかももちろんあると思うんですけども、そういうのって結構いっぱいあるんですよね。なんですが、ただ単にじゃあ味噌仕込むなら仕込むだけとか、甘酒作るなら作るだけとかっていうことになってくると、やっぱり発酵食品なので何かしらトラブルが起きてくるっていうことが、多々あるんですよね。でそういった場合にただ仕込みましょうって言って仕込むだけの講座だったりすると、トラブルが起きた時にどう対処していいかちょっとわからないっていうことが起きてきてしまうんですよね。どうしてもやっぱり特にぬか床とか、ひしおとかですね、この辺りになってくる、ひしおも結構なんていうかマニアックな、一般にはそこまで知られていないとか広まっていないような調味料なので、そういったところですね、やっぱりトラブルが起きやすいです。夏場とか特にですね、気温が高い時とかにトラブルが起きやすくなっていて、でどうしてもあまりその知識がない状態でそれを仕込んでしまうと、なんかすごい変な匂いがしてきたとかですね、ちょっと状態が悪くなってしまった、味噌だったらカビが生えてしまったとか、そういったことが起きた時にトラブルに対処できずに、泣く泣くそれを諦めてしまう、途中で育ててきた発酵食品を途中で捨ててしまうみたいなことにも、なりかねないということがあるんですけれども、こちらの講座ではですね、もう基礎からどうしてそういうことになるのか、トラブルが起きた場合なぜそういうトラブルが起きるのか、なぜその匂いになるのか、なぜカビが生えるのか、あと対処法っていうのをですね、それを詳しく解説していますので、しっかり発酵食品仕込んでいただいて、その後のお手入れ方法だったりとかトラブルの対処方法っていうところまで詳しく、解説していきますので、非常にですねその一つのカテゴリーの動画、全て見ていただくだけできちんと安心して自分で仕込んでお手入れをしてトラブルがあっても対処できる、で長く育てていけるということができるようになりますので、そういったところがですね非常にメリットかなというふうに思います。であとはですね、やっぱりその発酵食品というものを摂取したいと思っている方っていうのはやっぱり美容とか健康とかに非常に関心がある方ですよね。なので、ただ単純にですね発酵食食べるとなんか健康にいいよとか美容にいいらしいよみたいななんかほわーんとしたなんか発酵食って体にいいみたいっていう感じで食べているよりもですね、やっぱりなぜ発酵食が健康にいいのか、なぜ発酵食を食べると美容、美肌とかですねにいいのかといった理由ですよね。どういった理由でいいのか
でかつどのように取り入れていくと効果的なのか、効率よく、取っていけるのかと、いったところもやっぱり知っていないとですね、あまり効率よく摂取できなかったりとか、逆にちょっと健康を害しちゃってるような食べ方をしてしまうっていう場合もありえますので、そういったところをですね詳しく解説しまして、納得してだから健康にいいんだと、だから美容にいいんだというところを納得して、食べていただく、活用していただくっていうことが大事だと思いますので、そういったところもですね詳しく解説をしています。で、どんな方にこの講座が、おすすめなのかと、言いますとですね、例えばちょっと発酵食を自分で作るっていうのを始めてみたい、食べるっていうことを始めてみたいと思っているんだけれども、ちょっと何が手をつけていいかわからないと思っている方とかですね、そういった本当に全くやったことがない、始めてみたいっていう方にもおすすめですし、あとはさっき言ったみたいに発酵食って健康にいいとか美容にいいって言われてるんだけど、じゃあ実際何がいいのとかどういいのっていうことが知りたい、健康効果、美容効果について、知りたいという方ですね、そういった方にもおすすめです。そしてですね、さらにちょっとこれマニアックな感じになってくるんですけれども、ただ単に美味しくて体に良くて、美容にも良くてっていうことだけじゃなくって、要は菌ですよね。菌とかその発酵、その微生物の働きとか、その微生物が働くことによって発酵っていうものが進むんですよって、食べ物が発酵していきますよっていうことに関する、メカニズムですよね。菌がどういうふうに働いているのか、その菌たち、微生物たちがどんな働きをしてくれているのかみたいなところの、詳しい知識ですね。そういったことって農業大学とかで学んだりすると思うんですけども、その部分を一般の方に非常に分かりやすくかつちゃんとした、深い知識ですね、このメカニズム的なところを解説を、していきますので、ちょっとその発酵についてマニアックなことが知りたいっていう方にも非常におすすめです。はい、そしてあとはですね、やっぱりメインは家庭での料理に役立てたいっていう方にもおすすめでして、いっぱいいろいろここに載っているものがそんなに種類多くないねって思うかもしれないんですけども、これとこれを組み合わせてとか、もう納豆一つとっても納豆単体で食べるだけじゃなくって、いろんなアレンジ方法があったりするわけなんですよね。なので、日々の料理にもう発酵食を取り入れて、健康とか美容とかを、の効果を享受しつつ、かついろんな美味しい料理バリエーションを増やして作っていきたいといった料理メインと考えている方にももちろんおすすめです。そしてですね、最終的にその発酵食について詳しく学んで自分で落とし込んで自分の生活に役に立てるということだけじゃなくてですね、それプラスもう一つ次のステージに行きたいという方にもおすすめです。次のステージって何かっていうと、要は、講座を自分で開きたい、ワークショップとかを自分でやりたいという方にもおすすめなわけなんですね。例えばですね、お味噌作りのワークショップって結構多いと思うんですけれども、ちょっと自分でですね、周りのお友達とか、なんていうんですか、特定のコミュニティの方々とかを集めたり、もちろん普通に集客とかして教室っていう風にやってもいいんですけど、そういった感じで、じゃあお味噌作りのワークショップやりたい、開催したいっていう方ですね。そういった方向けにも非常に要は来てくれた生徒さんに講座としてお伝えすることができるぐらい深い内容を解説していますので、そういった、講師になりたい、教室を開きたい、教室で開業したいですね、開業したい方とか、起業したい方ですね、あとはワークショップをちょっと軽く開きたいとかですね、そういった方にも、おすすめの講座です。これ全部ですね、
受講していただいて、かつもう質問とかも全部お受けしますので、質問に関してはその起業したいとか教室開きたいという方に関してはそちらのですねどうやって起業していったらいいのか、どうやって開業していったらいいのかとか教室の運営方法とかですね、そういったことのご質問にもお答えしていきますので、非常にこの全部受けていただければそのメンバーシップだとその格安で一通りこの発酵食の講座の資格が取れるぐらいの内容を習得していただくことができますので、コスパ的にはすごくいいですよね。結構その発酵食の、スペシャリストの資格とかでいろんな資格がもちろん巷に溢れているんですけれども、そのあたりのお値段とかで比べていただくとこの内容でその値段っていうコスパは本当にいいと思いますので、ぜひその起業したい、教室やりたい、講師になりたいという方にもおすすめです。やっぱりですねこれ全部今販売はもちろん通常通りしているんですが、販売の場合は一つの講座自体が3000円というお値段にさせていただいてますので、それ全部やると123456788あと9個あるんで、そうですね27000円ぐらいとかですねかかってしまうんですけれども、 YouTube のメンバーシップ登録していただくと、今その月に2990円かなっていう設定にしているので、それで動画順番に見ていただいてどんどん入ってきていただいて、人数によってちょっと早めにちょっと全部アップしようと思うんですけれども、それで早めに1ヶ月間バッて集中して見ていただいたりすれば、頑張れば1ヶ月その2990円とかで全部見ちゃうってこともできますので、それを考えると非常にコスパはいいですよね。はい。そんな感じでですね、で内容としては、この一つ、項目10項目ありまして、1項目につきだいたい2本から4本ぐらいの動画で構成されています。なので発酵基礎っていう、一番のジャンルだったらその中に、3本4本ぐらいの動画が含まれているといったところですね。で1項目でトータルだいたい2時間から2時間半ぐらいの長さになります。そういった、一つの講座が2時間ぐらいといったところですね。で、これ全部でできればこの順番に受けていっていただくといいんですけれども、なんでメンバーシップの方も順番にですね動画アップしていこうと思っていますが、別にですね単体で見ていただくってこともできますので、例えば全く発酵基礎見てないんだけど、とりあえず味噌だけ見たいよっていう場合は味噌の動画だけ見ていただくっていうことももちろんできます。バラバラに視聴していただいてもいいといったところですね。であと繰り返し、見ていただいて、いけますので、何回も何回も同じとこ繰り返しですね、特に仕込みのところとかですね、材料のところをちょっとメモったりとかスクショしたりとかしていただければ、いいと思いますので、そういった感じで繰り返し、見ていただけます。まず発酵基礎のところですね。これ発酵って何なのかっていうところから本当に基礎の基礎から詳しく解説をしています。で腸内環境のこととか、それぞれの菌の話とかですね、そういったことにも触れていきます。で2つ目甘酒ですね。これ甘酒の作り方とかももちろんやりますし、甘酒に含まれている栄養素、そういったこととか、甘酒を作る際の注意点、トラブルの対処法、そういったところをやっていきます。で、ぬか床、これもですねぬか床に含まれている微生物についてこれ詳しくやっていきます。乳酸菌とか酵母菌とか、酪酸菌とかあるんですけども、それについて、ぬか床は詳しくやっていって、で最終的にぬか床を仕込むといったところまでやります。もちろんそれぞれ分量とかもですねきちんと解説を、していきます。
で納豆ですね。これは納豆菌について、納豆菌ってすごく強い菌なんですけども、それについて詳しくやっていって、あとは納豆のアレンジ方法とかですね、あと納豆の作り方っていうところにも触れていきます。そして醤油味噌、この辺もですね、しっかり作り方とかも解説しますし、味噌とかは本当にですね、なぜあの色になるのかとかですね、なぜあの味になるかみたいなところ、それは麹の力だったりとか、その微生物の力だったりとか、いろんな理由が、重なってですね、作られるものなんですけども、ここもすごくマニアックにですねお話をしていきます。で、7番目のひしお、これちょっとひしおって聞き慣れない方も多いかもしれないんですけれども、これは味噌のような醤油のような、発酵調味料ということになりますけれども、このひしおがですね、非常に万能のうまみ調味料になりますので、これなんかは本当にですね仕込むと普段の料理にめちゃくちゃ大活躍していきますので、すごくおすすめですね。そして8番目お酢についても詳しくやっていきますし、で9番のこのみりんなんですけども、みりんに関してはこちらはですねもうすでに YouTube の過去動画見ていただくと、もうすでにこれアップしています。本物のみりんの選び方っていうので3本動画が出ていますので、結構だいぶ昔の、アップになるんですけれども、こちらはですねメンバーシップの方じゃなくても見ていただけますので、こちらですね最初にちょっと見て検索バーってしてみりんでチャンネルの中をですね検索していただくと出てきますので、まずこれちょっと見ていただいて、でこんな感じで他の動画もやってますので、これ見ていいなって思ったらぜひメンバーシップ登録していただいて、他の動画も全部見ていただくと、いいかなと思います。そしてですね、ちょっとこれ映ってないんですけど、最後ですね、よいしょ、最後がこれなんですけど、ちょっとこれですね。10番がお母さんの体を一番に考えたお母さんのための発酵保管食講座というものです。これ要は10番目要はこれ離乳食講座ですね。なのでちょっと対象の方がこちらに関しては少し幅が狭まってきてしまうかと思うんですけれども、これお母さんの体を一番に考えたお母さんのための発酵保管食講座ということで、あえてですね離乳食という言葉は使わずに保管食というふうに言ってちょっと重いので下ろしますけど、要は離乳食っていう言葉っていうのは日本独特なんですよね。離乳食って話す乳って書いて離乳食じゃないですか。なのでおっぱいを母乳をですね飲んでいるんだけれども、その母乳から話す乳離れさせるための食事みたいなイメージの感じじゃないですか。なんでちょっと実際根本がちょっと違うというか、おっぱいを飲むってことはすごい重要なもちろん赤ちゃんにとって生まれてまだ半年とかねそれぐらいまでの赤ちゃんにとっては母乳っていうのは一番の栄養素になるわけなので、それをやめて食事に切り替えていくっていうことではなくって、根本的な概念というか理念としてだんだんもちろん赤ちゃん生まれたての頃はおっぱいの栄養だけで十分になるんですけれども、だんだん月齢を重ねていくに従って、母乳の栄養だけではどうしても足りなくなるわけなんですね。なので足りなくなるのを補うという意味で、保管食ということになるんですよね。なのでおっぱいから離すための離乳食ではなくって、おっぱい、母乳では足りなくなるからそれを
保管するための、食事を始めていきましょうねということで、保管食というふうに言っています。これはですね、世界的にも、保管食っていう言葉の方が流通しているというか一般的なので、そういった言い方をしているんですけれども、そのまず最初の根本的な概念が違うっていうことと、あとは離乳食なんだけども、そこにも発酵の要素を取り入れていくと、こういうふうに発酵の要素を取り入れていくといいですよというお話と、かつ、一番のポイントはやっぱりですね、お母さんの体を一番に考えた講座であるといったところですね。ちょっとこの保管食講座に関して私が一番この思い入れが強いので、すごい題名とかも長いんですけど、これをやっぱり今のその小さい赤ちゃんをお持ちのお母さんに一番聞いてほしい、話なんですよね。やっぱりその産後で、妊娠中からですけれども、その妊娠中からのその女性の体って非常にいろんな変化があって、負担っていうのがものすごく多いんですよね。出産っていうのもやっぱり命がけのことですし、その産後もですね、その命がけの出産っていうのを行って、もうボロッボロになった体で、その体でやっぱりその子育てっていうの、赤ちゃんもすごくその小さいですね、生まれたばっかりで自分一人では何もできないその赤ちゃんの面倒を四六時中見なきゃいけないというですね、非常に体にも精神にも負担がかかる、ことをしなければいけないわけなんですよね、お母さんっていうのは。なのでそのお母さんをこうケアするっていう意味の発酵食っていうところをですね、そこにもかなり力を入れて解説をしていますので、やっぱりその今、子育てをしているとか、これから赤ちゃんを産む予定とか、もちろんその赤ちゃんを一緒に育てているおじいちゃんおばあちゃんとか、そのパパですね、パパにもちゃんと、見ていただきたいという感じの内容になっていますので、この10番目にあるこの保管食講座ですね、こちらぜひ、おすすめとなっており、私の中では一番のおすすめです。はい、ということでですね、ざっくり、この動画で学べる発酵食講座の内容を説明しましたけれども、もう今ですね、この動画の概要欄とかを見ていただきますと、メンバーになるっていうこのボタンみたいなのがあるので、そこから入っていただいて、メンバーになる登録するっていうのをやっていただくと、入ることができますので、入っていただいたらもちろんこの動画を見ていただけますし、いろいろですね、普段の私が解説している動画に対してのコメントとか、メンバーシップの限定の動画以外のものに関してもそれ以外のことでも何でもいいので、いろいろとコミュニケーションをですね、取っていければいいなと思っておりますので、ぜひですねメンバーシップへの登録を、お待ちしております。はい、ということでですね、今日は、メンバーシップを始めましたという、お知らせの動画でした。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。